皆さんこんばんは、ミクです。先週投稿したハワイ Vlog ご覧いただけましたでしょうか。今週はそのハワイ旅行で購入してきたものを皆さんにご紹介したいと思います。10月に行ってきた1週間のハワイ旅行では、アパレルからインテリア小物、そしてスキンケアやお菓子など幅広くいろいろなものを購入してきましたので、その全てを皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、商品が見えやすいように画角を変えさせていただきました。まずはハワイで買ったお洋服たちをご紹介していきます。毎回ハワイ旅行では旅の始まりにそのハワイ滞在中に着る服をいろいろと購入するんですけど、今回もねハワイで着る服をいくつか購入して現地で着ていました。まずご紹介するのがこちら、ヒアーというセレクトショップで購入したお洋服です。ヒアーはカカアコにあるソルトアットカカアコという複合施設の中に入っているセレクトショップなんですけれども、毎回ハワイに行くたびに通っています。まず購入したのがこちら、サマーニットです。これはね、ハワイ滞在中の夜の肌寒い時に着用していたんですけど、ショート丈でロングスリーブのサマーニットを購入しました。この爽やかなブルーもすごくハワイの雰囲気に合っているし、こういうねちょっとリゾートっぽい薄手のニットを1枚持っておくと肌寒い時とかに着れるので、これはねまたハワイとかその他のリゾートに行く時に持って行って着ると思います。こちらと、あとはこちらです。見えるかな、ガラスのハートのネックレスです。レジ横のショーケースに飾ってあって、もうほとんど一目惚れという感じで購入したんですけど、これをねさっき買ったサマーニットに合わせたりとか T シャツとかタンクトップに合わせたりしたらすごく可愛いなと思って購入しました。この何とも言えないフォルムとこのガラスの質感がとってもお気に入りです。でヒアでこのニットとこのネックレスを2つ購入したんですけど、ヒアではね今$150以上購入するとヒアオリジナルのトートバッグに入れて商品を渡してくださいます。でこのトートバッグがすごく大好きで、去年ハワイに行った時もこのトートをねもらってハワイ滞在中に使っていたんですけど、去年はこのヒアのロゴがもうちょっとこうベージュにかかった薄めの色だったんですけど、今年はオレンジのこの秋っぽいカラーになっていてとっても可愛いし、肩の部分を自分でこういう風に結べて調節できて、この結んだところのこのリボンが肩にくるとちょっとこうアクセントになってすごく可愛くて、去年ハワイ Vlog 投稿した時も視聴者さんにこのトートバッグはどこで買えるんですかってすごく質問いただいたんですけど、このカカアコのヒアというお店でお洋服を$150以上購入するともらえるトートバッグです。でも今年からはこのトートバッグ単体で購入できるようになっていました。小さいのと大きいのがあって、大きいものでも$15ぐらいだったので、このトートバッグだけ欲しいよっていう方はヒアに行ってこれだけを購入することもできます。でヒアで購入したものは以上で、そのヒアがあるソルタとカカアコのエリアにミロというサーフブランドがあるんですけど、そこのお店で置いてあるものもすごく可愛くていつもチェックするんですけど、今回ミロで購入したものはこちらです。これがレイク&スカイというブランドの香水です。これがね私の大好きな香水で、去年ハワイに行った時ミロを訪れた時には売ってなかったんですけど、今年は復活していました。こちらの1111という名前のロールオンタイプの香水です。でこれがホワイトアンバーとムスクがブレンドされた香りなんですけど、海から上がった後の肌をイメージして作られているそうです。なんか本当にねこうハワイの海にいる時のような香りがします。ちょっとねミロに寄った際にこれがあったらぜひね香りをね嗅いでみてほしいです。それぐらいおすすめの香水です。この香水に出会えてもう感動して帰ろうとしたんですけど、その棚の近くにこちらのバームが売っていて、このパケの感じ、見た目がすごく可愛くてジャケ買いしてしまったんですけど、これもちょっと1回使ったんですけどすごくよくって、デイリーフェイスモイスチャライザーなんですが、朝と夜どちらでも使えるバームで伸びがよくって、ほんのちょっとだけ出しただけで顔全体に伸ばすことができるし、かなり保湿力が高いです。はい、カカアコで購入したものは以上です。次はカカアコからちょっとアラモアナセンターの方に戻るところにあるホールフーズクイーン店の真向かいにあるアットドンオワフというところで購入したものをご紹介します。アットドンオワフもハワイに行ったら必ず寄るアパレルショップです。天然素材の麻やコットンでできた服がたくさん置いてあるお店です。でそちらで購入したのがまずこちら、オフショルダータイプのトップスです。
このハワイっぽいリゾート感のある柄と、あとこのブルーとオレンジの配色、写真で見る以上に可愛かったので購入しました。こういうね派手な柄のトップスは、日本ではあんまりなかなか着れないかなと思うんですけど、でやっぱりせっかくねハワイで楽しむってなったら、こういうねちょっとカラーがあって特徴のあるデザインのお洋服1枚持っていると、ノースショアとかカイル湾とかの海辺に行った時とかにすごくね写真映えするので、こういうの1枚持っとくのすごくおすすめです。これとあとは、アットドンワフで特におすすめしたいのがこちらのエコバッグです。これがアットドンワフとバグがコラボしたエコバッグなんですけど、去年もこの緑とイエローのね限定カラーのものを購入したんですけど、これがねすごく使いやすくて、今回はね白地に赤のこのもうオリジナルのカラーをね、これはもう自分で使うように買うのもとてもおすすめなんですけど、お友達へのお土産としてもとってもおすすめしたい商品です。でこの前10月に行った時にはこのエコバッグの新色も出てて、その新色は結構ねダークトーンで大人っぽいデザインでかっこよかったので、これからのね時期にハワイに行く方ぜひねアットドワフに行ってチェックしてみてください。次、カイルワのジリアで購入したものを紹介します。ここもね私の大好きなブランドなんですけど、デザイナーが日本人なので日本人の体型にねすごく合うお洋服がたくさんあります。まずはこちらクロップド丈のズボンです。これはハワイ滞在中のショアに行った時に履いていました。ベージュに緑の花柄、これがねリネン 100% なのですごく履き心地がいいし、クロップド丈なので結構ねこうスタイルアップするのでとても気に入っています。裾のところはちょっとスリットが入っていてリゾート感のあるデザインです。あともう一つは試着して可愛かったので購入したんですけれども、羽織物、ちょっとしたガウンみたいな感じです。日本人デザイナーの店ということもあって着物をイメージしたデザインだそうです。イメージは肌襦袢なのかなと思うんですけど、全部リボン締めて着てもいいし、こう開けてねちょっとさらっと羽織るのにちょうどいいなと思ったので購入しました。ジリアでもう一つお洋服以外に購入したのはこちらのカゴバッグです。これちょっと小さめのこのサイズ感がすごくタイプで、カゴバッグ買いすぎ問題あるんですけど、お家でインテリアとして飾るだけでもね可愛いのでついついね買ってしまうアイテムです。ではジリアでの購入品は以上です。お洋服類はもう全部紹介し終わったんですけど、その流れでご紹介するのがこちらのトートバッグですね。今年の1月にワイキキに上陸したばかりのロンハーマンワイキキで購入したものです。ロンハーマンワイキキはモアナサーフライダーの1階にできてるので、カラカワ通り沿いを散策してたら必ずねこう通りがかるところに店舗があるんですけど、ハワイ限定のものとかそんなないだろうなと思ってあんまり期待せずに入ってみたら、ワイキキ限定の商品がたくさんあって面白かったです。でそこで見つけてもうねちょっと即買いしてしまったんですけど、こちらのトートバッグ、この部分にちっちゃくロンハーマンワイキキって入っています。このトートバッグが本当に思いのほか良すぎて、今回のハワイ旅行で購入したものの中で一番買ってよかった商品です。まずこのトートバッグは、このネイビーとあとベージュの2色展開で S、M、L サイズ3つサイズ展開があります。で私は一番大きな L サイズを購入しました。まずこの大きなトートバッグって意外と持ってなくて、ガサッとねこういろんなものを入れれるし、ポケットがいっぱいあります。こう表面に1、2、3、そしてここの深いのが1個、裏面も同じように1、2、3、そして深さのあるものが1個なので1、2、3、8個ポケットが表面についてるし、中にも大きめのポケットがついてます。なのでこれを持ってねダイヤモンドヘッド登山したりしたんですけど、このね手前のところとかにペットボトル入れたりとかそういう風に使ってました。荷物がたくさん入れられて、かつポケットがいっぱいあるトートバッグが好きな方だったりとか、お子さんがいてお子さんのねものをこういろいろ入れたい方とかにはこれ便利なんじゃないかなって思います。
はい、次ロンハーマンでまさかこんなにお買い物すると思わなかったんですけど、もう一つロンハーマンで購入したのがこちらのリングです。これがスピネリ・キルコリンというブランドのジュエリーなんですけど、ここのねデザイナーさんの故郷がハワイということで、ロンハーマンワイキキのスタッフの方と共同して作ったワイキキ限定のリングだそうです。こういう感じで見えるかな。この3つの真ん中のサークルは小さなダイヤがついてるので、つけてるとねこの真ん中のサークルのダイヤがちらっと光ってすごく可愛いんですよ。結構そこまでデザインに主張がないので、他のジュエリー、手持ちのジュエリーですねとこういう風に2連で重ね付けしても可愛いと思います。結構普通にカジュアルにどんな服にでも合わせやすいジュエリーです。そんな感じでアパレルとあとはトートバッグ系は以上です。あとはこまごましたインテリア小物だったりスキンケア用品などをご紹介していきたいと思います。まずはホールフーズクイーン店で購入したものをご紹介します。はい、まずはこちらトリロカのお香です。これはね去年のハワイ旅でも購入してすごくねいい香りで気に入ったので今年も買い足しました。今回購入したのがホールフーズフェイバリッツというラベンダーとハワイアンハイ、サンダルウッド3種類の香りが入ってるお香のセットです。はい、こういう風に3つ種類分けられて入ってます。これすごくいいと思います。全部いい香りだし、このトリロカのねお香でどれを買おうか迷った時にこのお試しとしてこの多分一番人気のねこの3種類が入ったホールフーズフェイバリッツを買うのがとってもいいかなと思います。あとトリロカでねもう一つこちら気になったので買ってみたんですけど、これはこういう風にお香立て付きです。なんでかっていうとこっちのタイプはこの三角のお香なんですね。これもね結構お香立てもついてるし小さな箱に入ってるから友達へのお土産とかに買って帰るのにちょうどいいかなと思います。今回もねいくつか買ってきてお友達にあげたらねすごく喜んでました。あとはこのセイヤーズのトナー化粧水とあとはドクターブロナーズの歯磨き粉、これはどちらも旅に行く時用に購入したものです。あとこれも歯磨きセット。あとはリシティというブランドのハーブティーです。ラベンダーミントのフレーバー。これがねまだ飲んでないんですけど、調べたらアイハーブにも取り扱いがあったので美味しかったらアイハーブでねリピ買いしようかなと思ってます。中はこういう感じで個包装になってます。あとはこちらソープ&スクラブも購入しました。これはひまわりオイルやココナッツオイルなどの保湿効果の高い植物性オイルを配合したスクラブだそうです。角質を除去して潤いを与えてくれるとのことで、中身はこんな感じ。ココナッツパパイヤの香りです。使ってみた感想を後でシェアしたいと思います。あとはこちらも購入しました3シップスのナイトクリームです。こんな感じになってます。これはねこういう風にプッシュして出すタイプのナイトクリームだそうで、このワンプッシュしたこの量のねナイトクリームをマッサージするように顔全体になじませるそうです。でこれが1回使ってみたんですけど、すごくね伸びがいいし、あんまりベタベタしないのにしっかりとねこう潤ってくれるからすごくね良くて、もう1個買ってくればよかったなってちょっと後悔してるぐらいです。次にご紹介するのはダウントゥアースで購入してきたものです。こちらじゃじゃーん。こちらがハイドロフラスクとタイ・ウィリアムズというアーティストの方がコラボレーションした限定のタンブラーです。これがもう見つけた瞬間に可愛すぎてゲットしたんですけど、見てください、このカラーリングと柄、ちょっとヤシの木っぽいデザイン。あとこちらタンブラーの他にも運動する時に使うようなボトルタイプのものもありました。とあとはバジャーのスティックタイプのバームです。頭痛を緩和するスティックバームです。ちょっとこうスティックのりみたいな感じになってて、このままこめかみとか首とかちょっと気になるところにささっと塗るバームです。これもすでに使ってて、頭痛緩和の方はラベンダーとあとミントの香りがするので、こうスーッとね軽い香りがするし、ちょっと塗ったところがね後からこうじわーっと暖かくなるような感じで、本当にね頭痛い時に使ったらねちょっとね気分がマシになりました。あとこっちはね彼が購入したんですけど、気持ちをねちょっと上げてくれるようなバームだそうです。あとはこちらバンブーレスインセンス with ホルダーなので、
多分お香立ても入ってると思うんですけど、ちょっと開けてみます。わー、はい、こんな感じです。ちょっとレンガっぽい感じのお香立てと、結構太めの手作り感のあるお香です。結構匂いは薄めなので、お香のね匂いがきつすぎるみたいな方にはちょうどいいかも。ふわっと多分香る系の、爽やかな感じのお香です。あとはレジ横にあって購入したバッグ、こういう感じ。そんな感じでダウントゥアースでの購入品は以上です。次はそのままカイルワで購入したものをご紹介したいと思います。カイルワタウンにあるオリーブブティックで購入したものを紹介します。こちら DS& ダーガのローズアトランティックという香りの香水です。こちらもね持ち歩きしやすいロールオンタイプの香水なんですけど、いやもうこれがね本当にめちゃくちゃいい香りでびっくりしてそのまま購入してきたんですけど、これがベルガモットとレモンオイル、そしてホワイトモスにあとはローズの香りがね足された香水なんですが、本当にねいい香りです。これはねレモングラスが入ってるからすごくね爽やかな感じで、ほんのりローズが香るぐらい、ちょっと女性らしさもありつつちょっとフレッシュな感じ。あとねここでは、こちらパロサントだったりとか、あとはロープインセンスとか、そういう4種類がセットになったボックスを買いました。そして一緒にアロハって書かれた小さなマッチも買いました。あとはそのオリーブブティックの近くにあるプロテアゼロウェイストストアという、エコフレンドリーなゴミを出さないっていうのをコンセプトとしているショップにもよって2つほどスキンケア用品を購入してきたんですけど、これがハワイアンハイビスカスフラワーのセラムです。でプロテアゼロウェイストストアは、こういう感じでセラムとかを入れる容器が別売りで売ってて、スキンケアのねそれぞれのボトルがあって、そこに好きな量だけ入れて買える量り売りのシステムになってるんですけど、あと他にもねこういう固形のフェイスウォッシュバーも買ったんですけど、その他にもリユーザブルのストローだったりとか、古着とかもあったので、ちょっとカイルワ散策している時に寄ってみるのもいいかもしれません。最後カイルワで購入してきたものは、レムリアというパワーストーンショップで購入してきたものをご紹介します。レムリアというパワーストーンのショップはカイルワとノースショアのハレイワタウンに店舗があります。私はそこでいつも石を買ったりはあんまりしないんですけど、パワーストーンでできたブレスレットを見に行っています。でそこで今回もね気になったものがあったので一つ買ってきたんですけど、こちらです。黄色のパワーストーンのブレスレットです。こういうねパワーストーンのブレスレットってよくいろんなところで売られてると思うんですけど、この石のサイズが大きすぎると私服に合わせにくかったりするんですけど、本当にねこのビーズぐらいの小さな石でできたブレスレットなので、本当にカジュアルにおしゃれとして身につけられるブレスレットです。今回はゴールデンルチルという石のブレスレットが気になったので購入してきました。このゴールデンルチルは調べたら金運、仕事運の上昇、直感力、集中力を高める、あとは厄除けなどの効果があるらしいので、ちょっとしたお守り代わりですね。去年もねこういうね違うカラーのパワーストーンもレムリアで購入してたので、重ね付けしてつけても可愛いかなと思います。あとはレムリアでパワーストーンでできたカッサ、ちょっとお花の形をしたお香立て、そういう感じでカイルワで購入したものは以上です。あと最後雑貨系はオーナメントをねいくつか買ってきました。ちょうどね10月の中旬に行ったのでクリスマスのオーナメントがたくさん売ってて、これでも厳選した方なんですけど、これがねまずメイシーズで購入したハワイらしいサンタさんのオーナメントです。こっちのねココナッツのタイプも買いました。あとは個人的にグリンチが大好きなのでグリンチのオーナメント、あとこちらはアンソロポロジーで購入した気球のオーナメントです。ミックのイニシャルの M が入ってます。これは、オーストラリアに仕事で行った時に気球に乗ったんですけど、その思い出を忘れないようにということでこちらも購入しました。とってもお気に入りです。最後に食べ物、お菓子ですね。まず1つ目がコホチョコレートで購入してきたものです。コホチョコレートはハワイアンホーストというチョコレートブランドがハワイの島々の恵みをコンセプトとして
作った高級ラインのチョコレートブランドです。カラカウア通り沿いのアウトリガーホテルワイキキビーチリゾートの1階にできてて入ってみたんですけど、そこでこちらのねボンボンショコラというチョコを買いました。4種類好きなボンボンショコラを選べるものです。マカデミアナッツ、粉コーヒー、シーソルト、リリコイキャラメルというハワイらしいフレーバーのものを買いました。あと同じ種類のものをお友達用に2個買ったんですけど、親しい友達とかお世話になった方とかに買っていったらいいんじゃないかなっていうような感じです。試食させてもらった時にとっても美味しかったのでおすすめです。で、あとはワイキキマーケットというクヒオ通りに新しくできたスーパーマーケットで購入したクッキーですね。多分スプリンクルが入っているであろうこのクッキーの見た目と、あと味がね絶対私の好きな味だなと思ったので自分用に買いました。これも食べるのが楽しみです。はい、ハワイの購入品紹介は以上です。いかがだったでしょうか。これから年末年始にかけてハワイに行かれる方も多いかなと思いますので、ぜひ何か旅先でのお買い物の参考になるものがあれば嬉しいなと思っています。またハワイに行かれる予定がない方も一部はオンラインで購入できるものもありますので、気になるものがあればぜひチェックしてみてください。先週投稿した2時間超えのハワイ Vlog まだ見れてないよっていう方はぜひこの週末でこの購入品紹介と合わせてご覧いただけると嬉しいです。ハワイに行かれる方もそうでない方もきっと楽しんでいただけるようなそんな Vlog になってるかなと思います。それでは今週もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。